こんにちは、鷹の目工作室です。今回はラチェットホイールを作っていきます。平岡さんの本で示されている作り方は、いわゆる主軸割り出しという方法です。チャックに40等分した印をつけたいのですが、円周は切りのいい長さにはなっていません。こういう時に頼りにするのはこの串間さんの本です。いくつかアイディアは載っているんですけれども、いくつかアイディアは載っていますが、いずれにしろこの、主軸の貫通孔に既製の歯車というのを取り付けて、これをガイドにするというものです。基準になる歯車は、これはもう一台の旋盤の替え歯車ですけれども、これが一応80波、それから、同じモジュール 1.0 で120の歯車を見つけたので、40等分は問題ないんですけれども、私の旋盤の場合、この主軸の貫通孔が40ミリと太いのと、ここの突き出しが大きいので、その歯車の取り付けもやりにくいですし、ストッパーを取り付ける、場所がありませんので、串間さんのやり方をそのままやるというのはちょっと難しいかと思います。そこで何か別の良いアイディアが載っていないかと探したところ、バックプレートを簡易インデックスプレートに加工する方法として、このような図面が載っていました。この方法であれば何か仮の軸を作って、チャックに加えて歯車をその軸に取り付けると。そしてストッパーは、このネジ切りバイトですね。ネジ切りバイトちょうど頂角60度なので、これでこの歯車の刃の間をこうストップすれば、ストッパーとしても使えると。で、この状態で、チャックに印を入れていくということでうまくいきそうだなというふうに考えました。ただこの方法だと何かその印を指し示すものは作んなきゃいけないというのと、もう一つは、段差を削っている時にチャックがあんまり動いてもらっては困るので、何かストッパーを考えるか、もしくは、低速のギアに入れることで動きづらくするという、方法がありますが、この旋盤、モーターからこの主軸の変速機に移るベルトの癖の関係で、すごい止まりにくいところと止まりやすいところがあるので、ちょっとそのままではやりにくいというところが、ネックになります。何も本に書かれている方法にこだわらなくても、見ての通りの歯車なので、歯車の作り方のオーソドックスなインデックステーブルを使っていきたいと思います。ただし、刃の形は独特なので、カッターについては検討が必要です。刃先の角度が90度ならば普通のエンドミルが使えますが、これはかなり鋭角になっています。この角度に近い角度が削れるものとして、アリ溝カッターがありますが、使えるでしょうか。アリ溝カッターの角度に合わせて刃の形を計算すると、高さが 0.1 ミリほど高くなりますが、誤差の範囲だと判断しました。最初の準備として、インデックステーブルにコレットチャックを取り付けていきます。ここで使用しているコレットチャックは、もともとは旋盤用のものですが、
穴が貫通しているので長い軸を固定するのに好都合です。テーブルの中心とコレットチャックの中心は一致させる必要があり、ダイヤルゲージで確認をしながら芯出しを行っていきます。今回はこのコレットチャック用のクランプが間に合わなかったので、汎用のクランプで固定したため、後々作業しにくい場面がありました。専用クランプは後日作成しておきたいと思います。続いてはインデックステーブルとテールストックが一直線になっているかを確認するために使うテストバーを作っていきます。長い間繰り返して使えるよう赤サビの心配のない銀青銅で作っていきます。この後両センターで加工を行うので、ケレイをかける部分を削りセンター穴を開けておきます。中央部分も削っておきましょう。主軸センターには自作のものを使います。センターの精度を確保するためには、使うたびに先端を少し削ります。センター先端の角度に合わせてトップスライドを傾けています。今取り付けているのはケレイを駆動するための腕です。3本腕のケレイ、こちらもオリジナルデザインです。このケレイは回転対称にできているので、高速回転でも嫌な振動が出にくい構造になっています。テスト部分をわずかに削って深淵にしていきます。シャープエッジの突っ切りバイトを使用することで表面のバイト目を消すことができます。往路と復路ではバイトの軌道がごくわずか異なります。そこで往路は手動送り、復路は自動送りで仕上がりとしました。削っている部分の絶対直径はあまり意味がなく、両側のテスト部分の直径が一致していることが重要です。横送り台ハンドルには手を触れずにワークを反転して他方を削ります。横送り台をロックして作業すればより確実でしたが、今回は諦めました。
削り終わったところでデジタルマイクロメーターで直径を測ったところ、両側での直径差は1000分の1ないし2程度でした。次の準備作業はインデックステーブルの据え付けです。インデックステーブルの回転軸をフライス板の X 軸と平行にしたいのですが、直接測ることはできません。中心軸の上下の傾きについては、インデックステーブル自体が垂直に立っていると信じることとして、左右方向については底面がフライス板の Y 軸と平行となるように調整をしていきます。インデックステーブルの中心はテーブルの真ん中に開いている穴にデッドセンターをはめて確認をします。続いてインデックステーブル用のテールストックを据え付けていきます。このテールストック、以前から購入はしてあったのですが、使うのは今回が初めてです。そのため、はじめに芯高を合わせる必要があります。インデックステーブルにはめたセンターとテールストックのセンターを目視で合わせて固定ネジを緩く締めておきます。ここで先ほど作ったテストバーをセットします。テストバーにダイヤルゲージを当てて、まずはテールストックの前後の位置を調整していきます。この時、テールストックの中心がフライス板の X 軸に平行となるように注意しながら作業をしていきます。今回は初めてこのテールストックを使うので、芯高の確認もしておきます。芯高はここで一度調整をしておけば、このインデックステーブルとの組み合わせで使う限り、確認及び調整の必要はありません。テールストックの中心が上下に向かって傾いていないかも確認をしておきます。今回は奇跡的に水平だったので、調整の必要がありませんでした。これら上下及び左右の調整を繰り返して、中心軸が一直線になるように調整をします。このインデックステーブルはハンドル1回転でテーブルが4度回ります。今回作るラチェットホイールは40刃で9度ずつ回せば良いので、ハンドルのままでも作業できますが、歯車作成の雰囲気を出すため、インデックスプレートを取り付けていきたいと思います。中心の固定ボルトを外せばハンドルは外れてくるはずなんですが、一向に外れる気配がありません。多少ハンマーで叩いてみましたが効果はなく、あんまり強く叩くとせっかくのセットアップが狂ってしまうので、別の手段を考えます。ついにはギアプーラーまで出動させて、やっとのことでハンドル外しました。
の後もトラブル続きでなかなかインデックスプレートの取り付けにまでたどり着けません。やっとのことで邪魔者を外しましたが、とどめはフライス版の DRO のチップカバーが干渉して、結局インデックスプレートを取り付けることはできませんでした。今回は普通のハンドルに戻して作業を続行することにしますが、今後に向けてこれは何か解決策を見つけておく必要があります。動画にはありませんが、工具鋼の丸棒を旋盤で加工して素材を作ってあります。カッターの高さそのものは簡単に決められるのですが、切り込みの位置に関しては見極めがとても難しかったです。結果的に深く切り込みすぎてしまいました。ただし、機能的には問題はないものと考えています。一刃切ってはハンドルを2回転と4分の1回します。この繰り返しを40回無心で行っていきます。この作業を行った日はとても蒸し暑い日だったので、汗が滴り落ちてきますが、それを拭うこともできません。作業のリズムを崩すと刃の感覚が狂ってしまうのではないかと恐れたからです。この程度の割り出しでもインデックスプレートとセクターが使えていれば、もう少しリラックスして作業ができたのではないかと残念でした。
刃切り作業が終わった状態です。少し切り込みが深すぎました。ラチェットホイールの切り出し作業に移ります。すでにセンター穴が開けてあるので、中心の穴開け作業から始めます。この穴はリーマー仕上げとしました。先端の余分を切り落とします。ここで穴の面取りを大きく行っておきます。この面取りはこちら側が先端側だったことを示す印でもあります。切り離す位置に溝を入れたところで一旦作業を止めます。ラチェットホイール両面の外周に小さな面取りを行いました。面取りをすることで刃の形を乱す可能性があると考え迷いましたが、小さくなったら大丈夫だと思いました。いよいよ切り離しです。ここで使用している突っ切りバイトは長鋼ですが、切削油をたっぷり使い、低速回転で少しずつ切り込んでいきます。こちらの面は切り離した後で切り残しがあっても修正ができません。修正をするとなると刃の部分を掴まなければならないからです。そのため突っ切りバイトの刃先は直角ではなく少し傾斜のついているものを使っています。
焼き入れを行っていきます。赤熱したところで水焼き入れです。刃の先端は鋭いので、欠けるリスクを少しでも少なくするため焼き戻しも行っておきます。この面、サンドペーパーで磨いて素材の色が分かりやすくしてあります。バーナーの弱い炎で炙って黄色みが出てきたら水で冷やします。ご視聴ありがとうございました。